ヒカル君お疲れ様でした。お疲れ様です。おめでとうございます。ありがとうございます。やっとやっと行けました。だよね、はい、だから感動的なシーンだったなと思って、ね、いやいやもう本当に勝てて嬉しかったです。でもずっと行きたかったんですけど、ずっと2位で止まってました。今回その勝てた要因っていうのは、もちろんみんなのサポートもあったとは思うけど、1日目に、普通のセッティングだったんですけど、2日目3日目で松也さんがちょっとセッティング変えてみようって言って、ちょっとカニらせる方向でやったら、ドンピシャでハマって、もう松也さんのおかげですね。あとなんていうのかな、レベルは本当みんな今高いよね。なんか高すぎですね。本当に。ボディこちらね。まずボディから。はい。これは GR86 にクールのエアロついてるって感じ？アディクションのだよね。中村直樹の86に、はい、フェンダーが、レイブ D の90、クールレーシングのだよね。ここのリアバンパーが、レイブ D の、パンデムの86、このディフューザーが、アディクションの、スピリットレイの Z で4個1にしました。はい、じゃあちょっと中見せてください。はい、これマシーンの方が発売されたばかりの MC3 そうですね。ポストは結構多め？これはマックスでついてる状態ですよね。チャーシ合成一番高い状態。やっぱり路面に負けないためにって感じ？全部つけて硬くすると、一番リアの設置感が上がって、すごいスロットルで車を操作しやすくなるんですよ。あとセッティングの方向性をちょっと変えたっていうふうに聞いたんですけれども、どんな感じに変えたんですか？正直、前回の RCDC から、今日に向けていろんなことをやってきたわけですよ。でもう散々いろんなことやったんで、もう今までやってきたことを信じて、そのまま頑張ろうと思ったんですよ、っていう話してたんですよ。でそしたらもう審査のレベル要求がやっぱり自分たちの想定よりはるかに上を行ってて、これなんとか単走で頑張れて残れてもこれ追走無理じゃねえってなって、でそれ昨日の夜ホテルのロビーで2人でずっと相談しててもうやっちゃうかっつって、でもう一気に今年の仕様というかその要求にマッチさせられるようなものをやろうと思って、でその中でいろいろ遠征した経験踏まえて、やったことないことは僕は絶対やりたくないから、想定できる範囲内でできるだけそっちの方向に持ってって、あとはよろしくっつって、俺には多分無理だけど彼ならやれるっつってもう彼頼み、でもうまくやれればある程度いい走りができるんじゃないかなと思ったんですけど、思ってたよりもよくやってくれた感じですよね。本当追走残ってても全然乗れてたもんね。どんどん多分だからなんていうの、乗りこなせるようになってって、で追走進むにつれてレベルも上がってくるんで、毎回ちょっとずつまた調整して、で最後にいいところが出たって感じですかね。なるほど、わかりました。じゃあちょっとマシンのね解説願いたいんですけども、フロント周りはほぼ普通のMC3 です。でうちらよくやってる仕様で、フロントがアクソンのすごい短いダンパーつけて、これショートダンパーなんだ。これはねヨコモさんの BD10 のダンパーなんですけど、これもしくはアクソンの TC103 の、ビッグボア3ってやつをみんな使っています。これを使う理由っていうのは、まずフロント全然軽くなるんですよね。で軽くしたいんだけどちょっとダンパーをちょっと上目に使うためにこのロッドヘンドをわざと長くして、フロント軽くするんだけど上の方に荷重を集めて、なんていうの、軽いけど荷重移動させやすいみたいな。軽くて低いともうフロント手応えなくなっちゃうから、ちょっと軽く高くみたいな、そういうコンセプトで。なるほど。でちなみにこれナックルは US、最新の2ミリワイドの方やね、これ。2ミリのワイドです。で見てみると最新のボールエンドとかそういうのも全部ついてますもんね。全部ついてますね。キャンバーキャスターとかどのぐらいでやってたの？キャンバーは僕ら測んないんですよ。SIM の量で全部管理してるんで、分かりやすく言うと、ロアがコンマ5ミリ、アッパーが0ミリで、キャスターはアッパーは全開でキャスターつけて、
ローアームは後ろに寄せてる。あ、なるほど。だからショートでキャスターがついてる状態です。はい。でリアに関してはエッジアームの、まあ、サスマウント7番でアーム 42mm 0度。はい。ポイントかはそれが今回のポイントで、最終日の朝変えたやつなんですけど、踏んでも刈り込まないとか、横に走れるように今回アウト、アウト1コマ弱アウト、はい、でキャンバーは、2度スタートでずっとなじませて、追走始まったら1回終わったら90度ずつ足してって、なので今はもう何度か分かんないです。どんどんつけてきました。はい。スキットは特につけてないの？スキットはつけてます。前側のサスマウント逆付けしてて、本当だ。で後ろが普通になってるんで、逆スキットがかなり多い状態。まあ、あとは普通にスタビがついて、スタビ 1.2？ 横ものギアデフ。はい。結構重め？僕ら普段薄カニ使ってるんですよ、LSD。でこの大会 LSD 使えないからどうすかっつって、でもうオイルなしで鉄ギア組んでそのまんまもうスルスル、もうこういうやつ、はい。でも、パワー入れると意外と噛んでくれるんで、まあもうこれでいいんじゃねっつって。ギア比は 7.0 ぐらい。ダンパーオイルってフロントが横もの50、リアが横もの350。なるほど。まあメカニーちょっと教えていただきたいんですけども、アンプがブレイブ、はい。モーターがアブソリュートの 13.5 のジャイロがレボックスの RSSD プロ、はい、そうです。割とそのなんつうの、フルレーブ D スペックな感じでホイールだけ柴田これ本人のお気に入りなんで、もう気分がいいようにやってもらって、はい。これフロント固め？硬いオフ7かな。はい。リアはこれレブディですもんね。レブディの12本スポーク。はい。普段はディッシュか5本スポーク使うんですけど、熱入っちゃって難しかったんで、一番逃がしやすい12本。はい。やっぱりこの路面だと熱数はかなり入りやすかったっていう感じかな。それも今朝変えましたやっちゃえっつって。はい。まあやっぱり実績バックグラウンドでしっかりするのでね。まあでもやっぱりいろんなとこ行ってよかったよねっていうのはあります。はい。2人でやっぱりいろんな大会出れたから、今いろんなところからこうピックアップしていって、最終的にいいパッケージにまとまったかなって、そんな感じです。最後にはい。一言。いやもうとにかく世界一取れて本当に良かったです。もうこの一言です。はい、あ、30万円賞金があったね。使い道はどうしますか？賞金はなんかお母さんが犬飼うみたいです。4匹目の犬。4匹目の、はい、どんな種類飼ってる？ペキニーズです。あ、ペキニーズ。はい、じゃあもう1匹もペキニーズかな？もうはい、フルペキニーズで。あ、わかりました。じゃあはい、犬と楽しい生活を楽しんできます。はい、わかりました。親孝行ですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。